今日のテーマは、外国人が驚く日本人の恋愛ルールについてです。恋愛は世界中で共通する感情ですが、そのスタイルやマナー、価値観は国や文化によって大きく異なります。日本の恋愛文化には、他の国ではあまり見られないようなルールや習慣があり、それに驚く外国人も少なくありません。まず、日本独自の告白文化についてお話ししましょう。日本では、恋愛関係を始める際に好きです。付き合ってくださいとはっきり気持ちを伝える告白が必要だと考える人が多くいます。何度かデートを重ねていても、正式な告白がなければ恋人関係とは見なされないのが一般的です。この文化は、日本人が関係を明確にしたがる傾向や、はっきりした合意を重視する姿勢から来ていると言えるでしょう。また、恋人関係になってからのスキンシップについても、日本はかなり慎重な傾向があります。欧米では、自然な流れで手をつないだり、キスをしたりするのが当たり前かもしれませんが、日本では付き合っていても、最初は手をつなぐのにさえ少し時間がかかることがあります。特に女性は、軽いと思われたくない。ちゃんとした関係ができてから、と考える人が多く、身体的な接触に対して慎重です。また、きちんと付き合っていない状態ではスキンシップは許さないという考えの女性も多くいます。曖昧な関係で身体的な距離を縮めようとすると、不快に思われる可能性があるため、注意が必要です。次に、デート代の支払い方についてお話しします。日本では割り勘文化が強く、特に若い世代ではデート代はそれぞれ自分の分を払うのが普通になっています。もちろん、男性がすべて払うケースもありますが、女性が自分の分は出しますと申し出ることはよくあります。むしろ、毎回おごられるのは気を使うから嫌だと感じる女性も多いです。恋愛関係においても、金銭面で対等であることが大切だと考える人が多く、その考え方が割り勘文化を支えていると言えるでしょう。日本人が恋人を親に紹介するタイミングも、外国人から見ると慎重すぎると感じるかもしれません。日本では、親に紹介するイコール結婚を意識していると受け取られることが多く、付き合いたての恋人を気軽に親に会わせるということはあまりありません。数年付き合っていても、まだ紹介していないという人もいます。また、欧米では恋人をホームパーティーや家族、友人の集まりに気軽に連れて行くことがありますが、日本ではそういったカジュアルな紹介の場が少なく、家族や友人と恋愛の世界を分けて考える傾向があります。連絡の取り方にも日本ならではの特徴があります。日本では、恋人とのやりとりに LINE が主に使われており、その頻度もかなり高いです。おはよう、行ってきます。お疲れ様、おやすみといった短いメッセージを1日に何度も送り合うことが多く、それを日課のように感じているカップルも少なくありません。返信が遅れると、何かあったのでは？怒ってるの？と心配されることもあり、連絡の頻度が愛情の深さのバロメーターになっている部分があります。そして、人前での愛情表現についてですが、日本ではまだまだ控えめです。手をつなぐカップルは見かけますが、公共の場でキスをするなどの行動は、欧米ほど一般的ではありません。電車の中や街中などでは、周囲の目を気にして、わざと距離を取るカップルもいるほどです。周囲に不快な思いをさせたくない。みっともないと思われたくないという気持ちが背景にあり、日本人特有の空気を読む文化がここにも現れています。また、日本のカップルは、恋人同士でも頻繁に会うとは限りません。仕事や学業が忙しいため、月に1、2回しか会わないというカップルもいます。会う頻度が少なくても、お互いを信頼して関係を続けていくスタイルが一般的で、毎日一緒にいるイコール仲が良いとは限らないと考える人が多いです。自分の時間も大切にしながら付き合いたいという価値観が根付いています。さらに、学生や職場恋愛においては、付き合っていることを周囲に隠す傾向も見られます。これは噂になるのが嫌だ。恥ずかしい。周囲に迷惑をかけたくない。
といった理由からです。また、真剣な関係でなければ親に紹介したくないと考える人も多く、付き合っていることを親どころか友人にも秘密にしているケースもあります。恋愛をあえてプライベートなものとして、表に出さない文化も、日本ならではの特徴の一つです。最後に、記念日やイベントへのこだわりについてお話ししましょう。日本のカップルは、付き合って1ヶ月、3ヶ月、半年、などの記念日をとても大事にする人が多いです。また、バレンタインデーやホワイトデー、クリスマスなどのイベントは、恋人たちにとって特別な日とされ、デートやプレゼント交換が行われます。普段はあまり感情を表に出さない分、こうしたイベントを使って愛情を表現することが、日本人にとって自然なスタイルになっているのかもしれません。いかがでしたか？今日は外国人が驚く日本人の恋愛ルールについて、様々な角度から紹介しました。どれも一見不思議に見えるかもしれませんが、そこには日本人の考え方や文化的背景が深く関係しています。文化の違いを理解することで、国際的な恋愛もよりスムーズで深いものになると思います。それでは、今回はここまでです。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。次回のエピソードもどうぞお楽しみに。今日のテーマは、外国人が驚く日本人の恋愛ルールについてです。恋愛は世界中で共通する感情ですが、そのスタイルやマナー、価値観は国や文化によって大きく異なります。日本の恋愛文化には、他の国ではあまり見られないようなルールや習慣があり、それに驚く外国人も少なくありません。まず、日本独自の告白文化についてお話ししましょう。日本では、恋愛関係を始める際に好きです。付き合ってくださいとはっきり気持ちを伝える、告白が必要だと考える人が多くいます。何度かデートを重ねていても、正式な告白がなければ恋人関係とは見なされないのが一般的です。この文化は、日本人が関係を明確にしたがる傾向や、はっきりした合意を重視する姿勢から来ていると言えるでしょう。また、恋人関係になってからのスキンシップについても、日本はかなり慎重な傾向があります。欧米では、自然な流れで手をつないだり、キスをしたりするのが当たり前かもしれませんが、日本では付き合っていても、最初は手をつなぐのにさえ少し時間がかかることがあります。特に女性は、軽いと思われたくない。ちゃんとした関係ができてから、と考える人が多く、身体的な接触に対して慎重です。また、きちんと付き合っていない状態ではスキンシップは許さないという考えの女性も多くいます。曖昧な関係で身体的な距離を縮めようとすると、不快に思われる可能性があるため、注意が必要です。次に、デート代の支払い方についてお話しします。日本では割り勘文化が強く、特に若い世代ではデート代はそれぞれ自分の分を払うのが普通になっています。もちろん、男性がすべて払うケースもありますが、女性が自分の分は出しますと申し出ることはよくあります。むしろ、毎回おごられるのは気を使うから嫌だと感じる女性も多いです。恋愛関係においても、金銭面で対等であることが大切だと考える人が多く、その考え方が割り勘文化を支えていると言えるでしょう。日本人が恋人を親に紹介するタイミングも、外国人から見ると慎重すぎると感じるかもしれません。日本では、親に紹介するイコール、結婚を意識していると受け取られることが多く、付き合いたての恋人を気軽に親に会わせるということはあまりありません。数年付き合っていても、まだ紹介していないという人もいます。また、欧米では恋人をホームパーティーや家族、友人の集まりに気軽に連れて行くことがありますが、日本ではそういったカジュアルな紹介の場が少なく、家族や友人と恋愛の世界を分けて考える傾向があります。連絡の取り方にも日本ならではの特徴があります。日本では、恋人とのやり取りに LINE が主に使われており、その頻度もかなり高いです。おはよう、行ってきます。お疲れ様、おやすみといった短いメッセージを1日に何度も送り合うことが多く、それを日課のように感じているカップルも少なくありません。返信が遅れると、何かあったのでは？怒ってるの？と心配されることもあり、連絡の頻度が愛情の深さのバロメーターになっている部分があります。そして、
人前での愛情表現についてですが、日本ではまだまだ控えめです。手をつなぐカップルは見かけますが、公共の場でキスをするなどの行動は、欧米ほど一般的ではありません。電車の中や街中などでは、周囲の目を気にして、わざと距離を取るカップルもいるほどです。周囲に不快な思いをさせたくない、みっともないと思われたくないという気持ちが背景にあり、日本人特有の空気を読む文化がここにも現れています。また、日本のカップルは、恋人同士でも頻繁に会うとは限りません。仕事や学業が忙しいため、月に1、2回しか会わないというカップルもいます。会う頻度が少なくても、お互いを信頼して関係を続けていくスタイルが一般的で、毎日一緒にいるイコール仲が良いとは限らないと考える人が多いです。自分の時間も大切にしながら付き合いたいという価値観が根付いています。さらに、学生や職場恋愛においては、付き合っていることを周囲に隠す傾向も見られます。これは噂になるのが嫌だ、恥ずかしい、周囲に迷惑をかけたくないといった理由からです。また、真剣な関係でなければ親に紹介したくないと考える人も多く、付き合っていることを親どころか友人にも秘密にしているケースもあります。恋愛をあえてプライベートなものとして、表に出さない文化も、日本ならではの特徴の一つです。最後に、記念日やイベントへのこだわりについてお話ししましょう。日本のカップルは、付き合って1ヶ月、3ヶ月、半年、などの記念日をとても大事にする人が多いです。また、バレンタインデーやホワイトデー、クリスマスなどのイベントは、恋人たちにとって特別な日とされ、デートやプレゼント交換が行われます。普段はあまり感情を表に出さない分、こうしたイベントを使って愛情を表現することが、日本人にとって自然なスタイルになっているのかもしれません。いかがでしたか？今日は外国人が驚く日本人の恋愛ルールについて、様々な角度から紹介しました。どれも一見不思議に見えるかもしれませんが、そこには日本人の考え方や文化的背景が深く関係しています。文化の違いを理解することで、国際的な恋愛もよりスムーズで深いものになると思います。それでは、今回はここまでです。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。次回のエピソードもどうぞお楽しみに。